柳沢峠の茶屋さん、ごちそうさまでした。また来たいと思います。はい、柳沢峠の茶屋さん、ごちそうさまでした。アイスコーヒーをいただいて一服しました。リターンライダー63です。柳沢峠の後半ですね。ご覧ください。正面富士山来ました。でかい。ちょっと雲があって逆にいいですよね。いいんじゃないこれ。写真撮らないわけいかないよこれな。来ましたよ展望台。いいじゃない。映ってるかな。バイクだけの写真になりましたけど、すごいよ富士山。なんか今まで見た中で一番ちょっと雪がないんで、逆にくっきりとして一番迫力がある感じかな。多少ね雲があった方がね、富士山は感じがいいですよね。なんかね、全く雲がないっていうのも悪くはないんですけど、ちょっと絵にならないなっていう感じもありますけどね。いやー綺麗だ。素晴らしい。行きますか。すごいね。素晴らしい。今日はこの景色が見れただけでも来た甲斐があったような感じします。いい。大菩薩ラインを下って、とりあえず中央道の勝沼のインターまで降りていきたいと思います。本当富士山っていい形してですよね。形がいいよな。山の基本形みたいな形してんじゃないですかね。裾が広くて。もう今日もこの富士山を見たんで、なんかいいことが起きそうですね。なんかご利益を受けそうな感じします。気温は今26度です。日が出てますけど全然暑くないです。円山市まで一気にですね下っていきますね。気持ちいいっすよ。
制限速度でねゆっくりとね。お、円山の市内が見えてきましたね。しかしこう見ると本当に甲府盆地ってすごいですよね、広さがね。周りをね堅牢な山に囲まれてね、すごいなって思いますね。壮大でね、武田信玄がね城を構えたっていう意味がよくわかるような気がしますよ。今の時期はちょうど桃なんですかね。あ、ぶどうもいっぱいなってますね。袋かぶってますけどね。フルーツラインですね。フルーツライン、今の旬は桃。ぶどうはちょっと早いのかな、まだ。あ、ここからぶどう農家って書いてありますから、この辺からぶどう畑多くなるのかな。ああ、そうですね、ぶどう畑多いですね。まだぶどうは早いのかな。なってはいるんですけどね、見ると袋をねみんなかぶってますね。はい、だいぶ下ってきました。やっぱりね下に降りてくるとね暑いんだね。今31度になってます、気温が。さっきは山の上で23度とかねなってましたからね。そうすると8度ぐらい違うんだよ、上と下ではね、気温が。まあそれでもね気持ちいいっすよ、バイクは。左方向です。はい、わかりました。これ左行きます。 C 停止。だいぶ時間も経ってお昼前ぐらいになってきたのでちょっとお腹空いてきました。だから勝沼まで来たからあれを食べよう。あれですよ、あれ。ここから中央道に入ります。あれを食べよう、あれ。あれのこと考えたらお腹空いてきちゃった。さあ高速合流です。合図を早めに出して速度を上げていきます。見て大丈夫だね。はい、合流。はい、今日は80キロ制限出てますんでクルーズコントロールをいつもの通り80にセットしていきます。今日も RS 快調です。ボクサーエンジンいい音だな。エンジンも快調、ドライブシャフトもスムーズという感じですかね。もうね高速道路にねビタッと張り付いてこう走ってるっていう、そういう感じですよ。もう線路の上を走ってるような感じ、バイクは。そういう感じです。お、ここから70キロ規制出てますね。じゃあ70キロに下げますか。現在気温33度。やっぱりね33度ぐらいになると、空気もちょっと生あったかいですね。風も生あったかい、そんな感じです。お、見えてきました。あと3キロ初刈パーキングが入ります。そしてあれを食べます。あれですよ、あれ。はい、あれを食べるために初刈パーキングに来ました。
ちょうど昼時なんでね、結構大型も車がいっぱい止まってます。早速あれを食べにお店に入りましょう。あれってこれですよ。田舎うどんとおにぎりのセットです。さあ早速いただきましょう。いただきます。ね、ここ来ると必ずこれを食べます。いつ来ても同じ味。ね、うどんがね、吉田のうどん風でとってもコシがあってですね、美味しいです。いやー、味もいつも一緒。これ一回食べたらね、ちょっとやめらんないですね。癖になる美味しさです。中に入っている具材もですね、なかなかいい感じですよ。本当に田舎っていうそういう感じの具材が多く入っててですね、それぞれに味がいい感じで乗ってて、うどんと相まって本当に美味しいうどんです。うどんで一段落して、それではおにぎり。いや美味しい。もう今回はね、鮭のおにぎりにしましたけどね、これもまたいい感じの塩気があってですね、うどんと相まって本当美味しいおにぎりです。こちらの方面に来るとね、どういうわけかこの初刈パーキングエリアのこの田舎うどんが食べたくなります。食べたことない方はぜひ一度味わってみてください。美味しかった。ごちそうさまでした。はい、初刈パーキングエリアの、田舎うどんとおにぎりのセット、いつも通り美味しかったですね。これがあれですよね。本当ごちそうさまでした。それではキロ方向に向かいます。キロ方向ですからね。キロ帰る道方向。相変わらずクルーズコントロール80キロ設定で帰ります。帰らないんだな今日はね、途中でいつもだったらこのまま、青梅インターまで行っちゃうんですけども、今日はね途中で降りて下道行きます。今日はここ上野原で降ります。ね、上野原で降りて、で下道でね、上野原あきる野線で戻ってみたいと思います。上野原あきる野線を上野原の方から走ったことはないんでね、今日はそのルート走りたいと思います。せっかくこっちの方来たんで、ただ高速道路ね、まっすぐ帰ってもちょっとね絵にならないんでね、ゆっくりとね走って下道を走って帰っていきたいと思います。ちょっとね初刈パーキングで食べたうどんがね結構お腹に溜まってますんで、体のキレはねちょっといまいちかなって感じですけどね。気温34度ね、ちょうどいい暑さかなまあ走ってる限りはね汗かかないですから、バイクは全然 OK ですよ。いやほんとこのねボクサーエンジン、水平対向エンジンでね排熱がねほんと上がってこない。不思議なくらい足がこんなそばにあるんだけど全然足なんか熱くないし、こう止まるとうわってくるんじゃないですか。そういうのはない。
よくできてます。今日さっきお昼をね、食べた初からパーキングエリアの、食堂のねテレビで言ってましたね。今日関東甲信地方は梅雨明けをしました。梅雨明けましたよ、ついに今日。なんかそんな感じしましたけどね、天気の感じがね。いよいよ夏本番です。桐生の小菅方面行きます。もうすでに上野原桐生線入ってますんで、あとはこう道なりにずっと行くだけですね。せっかくですからね、黙って走ってても面白くないですから、白バイの時代のまたエピソードじゃないですが、私20代で、交通機動隊ですね、白バイ隊行ったんですが、20代もその若い前半の頃行ったんですが、昭和天皇が亡くなった時に大喪の礼というのがありましたよね。その時にその大喪の礼の車列ですかね、車列の護衛をする白バイ乗りました。はい、皇居からですね20橋渡って、で途中新宿御苑で、立ち寄って式典がありましたよね。でその後、初台から中央自動車道に乗ってね、多摩湖陵まで、雪空というかね、みぞれのようなものが降ってね、非常に寒い日でしたね。鮮明に覚えてますね。各白バイ隊の選抜されたものがですね、その大喪の礼の車列の、いわゆる側衛っていうやつですかね、横につく白バイとして走ることができました。白バイに乗ってた時代の一つの思い出っていうかですね、思い出というよりはね、警察人生の中の最大の名誉って言っても過言ではないのかなっていう感じがしましたね。昭和天皇が亡くなった時の葬列に一緒に参加ができるという大変名誉なことだったですね。白バイに乗っててそんなことまで考えてませんでしたからね。指名された時はですね、本当に自分でいいのかなみたいな、私みたいな感じだったですね。で本当に名誉なことでした。当時を思い起こすとね、雪交じりのみぞれでね、非常に寒い日で、何回もですねリハーサルするんですよ。ああいうのってやっぱりね、失敗があっちゃいけませんから。雨の日のリハーサルって一度もできなくてね、冬の時期ってあんまり雨降らないんですよね、乾燥してね。ただ本番になったら降っちゃってね。ちょっと裏話ですけど、その時ね、20橋を渡って、皇居の外に出るじゃないですか。砂利がいっぱい引いてるところね、あそこそのまま砂利が引いてあるんですよ、深い砂利がね。でリハーサルした時には砂利もだいぶ入れてから日数っていうかね、年数が経ってるんで結構カチカチでね、タイヤが沈んで持っていかれるなんてこともなかったので、このままの状態で行くのかなと思って聞いたんですね。そしたら砂利を新しく入れないと
いうことだったんですが、本番で20橋渡ってその砂利のところに出た瞬間ですねすごい柔らかいんですよ、砂利の締まりがなくて。新しいの入れたそうなんですね。後で聞いたんですけど、本番のために。いやびっくりしましたよ。いきなり前輪がザザザザって持っていかれて、あそこでこけたらですよ、日本全国の、世界の人が見てる壮烈の白バイがこけたなんて言ったらね、本当に私の家の恥さらしになっちゃいますから。いやもうニーグリップガーッとしてですね、それこそ転ばないように、本当にね一瞬の出来事だったんですけども、周りは多分全然分かってないと思うんですけど、前輪がそうだな30センチか50センチぐらい左にザーって流れましたね。やばいと思ったんですけど、体が自然と反応してて、逆反のような形になって、なんとも大丈夫だったですね。で何事もなかったような感じで、通りに出ましたいや本当にねびっくりしましたよ。私は入れないって言ってたじゃないよって後で聞いたら、新しく砂利をね敷き直したって言うんですよ。でやっぱりね天皇陛下が亡くなった壮烈ですからね。でも本当こけないでよかったなと思いましたね。いやすごい水出てるのよ。だから雨がいっぱい降ったからね、昨日までね。ああいうとこビャーって走るとバイク汚れちゃうんでゆっくり行きますそういうね今でこそ思い出話ですけど、あそこでこけてたらどうなんだろうな、どうなってたんだろうな、よく分かりませんがね、考えゾッとするよね本当ね。体が反応したってことはやっぱりちゃんとねそれまで訓練をしていたおかげなのかなって思いましたね。やっぱり訓練って大事なんだなってね思いますよ。頭で考えてもしょうがないんで、体が自然と動かないと、そういうふうになるまでね練習したっていうことですね。私事です。こういう峠道もねこうやってゆっくり走るとね気持ちいいですよね。逆にね楽しいじゃないですか。左カーブは左側の、矢印方向の道路の左側の方をずっと舐めて見ていきます。右回りはですねセンターラインの先の方ですね。センターラインがずっと出てくるところを見ます。このね上野原あきる路線のこのカーブね、なかなかの、練習にはいいと思うんですけど、ちょっとね初心者にきついのかな、この特に下りはね。うちの妻なんかちょっと無理かなと思うんですけど、後ほどね映像を使って私がただほら先を見ればいいって、どこの先見てんのって話になると思うんですよね。先を見なさい先を見なさいって、じゃあ先っていっぱいあるんじゃないですか。道路のどこ見んのって先って思わないですか皆さんね。それをこの映像の中でちょっとねお示しをしたいなと思ってますんで、
参考にしてください。もうこのしゃべりがの前にね、もうすでに、ご案内していると思いますけども、そういうことですそういうことはどういうことってね、目つけというか目線というかね、そういうのやっぱり大事にして走るっていうのはバイクを安定させる意味でもね、必要なことですから、一つやってみてください。いろんなご意見あると思うんですけど、これは私の方法ですからね。私がこのコーナーでね、先を見るっていうことをどうやって身につけたかっていうと、白バイの競技会があるんですけども、その訓練の中でスラロームっていう種目があって、でパイロンとかいろんな競歩とかそういうのをね、いち早く走るタイムトライアルの、ジムカーナみたいのがあるんですけども、そこで身につけました。もうそれはより先見ていかないと早く走れないんで、それで身につけたっていうかね、自然とそういう風になりましたね。指導員からもそうやって教わったんで、当時は。参考にしてください。さあ今日もですね、柳沢峠の茶屋からスタートしまして、今日はね、圧巻の富士山が見えましたね。良かったと思います。そして厚刈りのパーキングエリアでいつものあれを食べることができました。いつ食べても美味しいです。でまたね、上野原あきる野線を逆走して走りました。ちょっとね、白バイのね、時代の話をちょこっとさせていただきました。最後までご視聴いただきましていつもありがとうございます。リターンライダー63でした。それでは皆様、梅雨も明けて暑くなりますが、お体ね、ご自愛していただいてバイクに乗ってください。それではご安全に。